雷神大晦日振り返り、雷神 in 佐賀、楽しみなカード、いい試合だったっすね。さすがだったなーで終わった試合でしたね。アーチュレッタをフィニッシュしたっていうのはめちゃくちゃ評価されると思う。僕的には楽しみな試合になったなっていう。はい。Welcome to リニアチャンネル。リニアチャンネルの時間です。今日は遅れすぎでしょう。雷神大晦日振り返りと雷神 in 佐賀の楽しみなカードについて話します。ちょっと遅い。遅いっすよ。これ絶対だからコメントでそう言われたから急いでこう企画入れました。いや違うそういうの本当言わない。まあでもそうですね、3つ人もいる。苦戦だけ貼ったんで回収もしなきゃってことでしますか。本当面白い試合多かったですよね。どうでした率直に。楽しみな試合で話した3つ。そうですね、はい。新井城選手と広谷選手、はい、いい試合だったっすね。新井城選手思ったより1ラウンドいくなって思ったのがすごい印象的な1ラウンド。結構試合感も先月にしてたから新しいし、いい意味での自分を通すっていうのと自信が見えて、攻撃をバチバチ与えていい印象をつけてるなっていう印象でした、はい、1ラウンド目。広谷選手はその中でも引く一発だけはなんとかしのいで様子を見てるというか、直前でやっぱ試合してるやつの自信とか勢いってすごいなって感じた1ラウンドだったんですね。2ラウンド目も1でこの展開だとちょっと広谷選手きついのかなって思ってた時に、遠かったんで席が現地いたんですけど、ちょっと見えなくて近くにいる席の人たちがざわ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 ってしたんですよ、なんか空気変わったみたいな言ってたらハイが当たってそのまま倒れたんで、何があったのみたいな感じだったんですけど、終わって映像とか見たらロープギアでのこのフックが当たってたんですね。新井選手効いちゃって足止まったところにハイキックもらっちゃったっていう感じで、一番びっくりしたんじゃないかなあの日、僕ら的に。会場の空気感もそこの瞬間に変わったんですよ。はい。何空気変わってんのこれみたいな、なんか入ったみたいな話してたらバチーンってハイが入って、後から見たらフック入ってたんだみたいな。広谷選手も体のキレあるし、ちゃんと当てたらちゃんと強いんだなっていうのも見せれたと思うし、はい、すごいさすがだなと思ったいい試合でしたね。はい、はい、予想としては、確か新井城選手ギリいくかなって言ってたっすよね僕。そうですね、はい、面白い試合でした、はい、お互い全然攻めきで。次2戦目で話してくれたのが堀口選手と新竜選手。結果は京二さんの2ラウンド1本勝ちで、それまでは結構シーソーゲームというか上取ったり取られたりみたいな展開もあったりして、すごい見どころが多い試合でしたね。でもやっぱ京二さんすごいさすがでしたね、あの試合は。あんな体力ある新竜選手を疲れさせたっていうのはやっぱすごい技術だなと思いますね。最初タックルいきなり新竜選手入るんですけど、そこでこう押し込まれて1ラウンド目結構長い時間かかってたんですけど、京二さんもやっぱすごい抜きどころが分かるプロなんで、力使わせてんだなと思って僕は1ラウンド目見てましたね。特に、はい、練習してたんで、わざとこう押し込ませて力出させて、多分若いから新竜くんもスタミナもすごいんで、京二さんが思ってるよりそこが持ったと思うんですよね。これぐらいでこれぐらいのスピードになるまで落ちてくれるだろうっていう計算に対しても反応でババって動たり、あと体の柔らかさからギロチン決まんなかったり、逆にあそこは京二さんが力使っちゃうのかなと思いつつ、やっぱ京二さんもすぐ決まんないと思って力抜いたりとかしてたりして、すごいいい攻防が見れてるなっていう、いい時間だったっすね。新竜選手はだから一回テイクされる時の切り返しでこう上取ったのがすごいさすがだなと思った瞬間でした。身体能力というか、テイク取られながら上取りに行ってますからね。その矛盾ですけど、でもあそこにすっげえ練習してきたんだなっていうのがなんか詰まってたっす。でも2ラウンド目からギア1個上げて畳み込んでいくっていう京二さんの試合やばかったな。なんかムエタイクリンチみたいなのすげえうまかったしな、パチンって足払いして、あんなこけ方させるとは思ってなかった、そこびっくりしました。もうだからやっぱさすがだったなで終わった、試合でしたね。お互いそうですね。この試合についてはね、見事。そうですね。はい。一勝一敗か。そうですね。
3つ目は、はいアーチュレッタ選手とはい朝倉海選手、はい。ちょっと試合前のゴダゴダが思ってたより残念な感じになったのが締まりきらないなっていう気持ちにはなったんですけど、個人的には。でもこうレッドカードで体重オーバーしてはい。戻し制限があって50点減点なんで、レッドカードってフィニッシュをしなきゃいけないアーチュレッタ選手と朝倉海選手、うん。ちょっとアーチュレッタに条件がついたのかなっていう。だからアーチュレッタにとっては勝っても何もないしはい。ベルトもないしっていうだけの試合になっちゃったんで、そこがもったいないなとは思ったんですけど、アーチュレッタ選手はいつもより攻撃の頻度とか、こう大きさっていうのもいつもより大きくて、はい。倒しにいってるなっていうのが見えた。直近の 2,3 試合と比べるとパフォーマンスっていうか戦い方を変えてるなっていう印象でした。で、はい2ラウンド目の膝ですよね。朝倉海選手がこう雷神のコンフェッションで言ってたんですけど、はいセコンドの声が聞こえてそこで来ると思って膝を合わせたっていう、そこはすごい会場でも感じてて、はい。アーチュレッタのセコンドがこう GO! Want to play! Believe it! ってなんかこうそこに対してアーチュレッタ素直に攻撃出すから、1ラウンド目もセコンドの指示の GO に対してアーチュレッタが言って甲斐選手はそれ聞いてて膝出してたんですよ。そこは入んなくて仕切り直してで2ラウンド目になって同じようなセリフがセコンドから聞こえてきて、あ来ると思って膝合わせたみたいなことを言ってたんですけど、すごいですね。あれをできるっていうのもすごいし冷静だしっていうことですね。はい、すげえいい試合だったとは思うんですけど、条件が俺はちょっと残念だったっていうのがやっぱ残っちゃうっすね。同じバンタム級の試合はいだったわけじゃないですか、はい、そういうのってなんかやっぱ見方って同じ階級だからどうとかっていう決まってる相手でもないし、はい、普通に楽しんで見てるって感じですね。はい、メインがねほんとなーって感じっすよやっぱこの間は。まあでもそのアーチュレッタをフィニッシュしたっていうのはいずれにせよすごいんで、みんながしたくてもできなかったことなんで、それは多分めちゃくちゃ評価されると思うんですね。だから全然 UFC に行ける交渉を強気でできるレコードだし来るといいですね。現実的に本当にありそうですね。ありそうですね、別にバンタのままでいいと思いますけどね僕は、はい、フライ落とさなくても、そしたらやっぱりファンとしてはいずれ激突の可能性もあり得る、それもまあ出てきますね、はい、その時はその時です。これはあれですよね、ドンピシャで当てたんじゃないですか。2ラウンド KO とか言ってたっすね、言ってた、はい、軽量普通に OK だったとして戦っても多分行かなきゃいけない時って指示が出てたと思うんですよ、アーチュレッタ陣営は、Want to play, go みたいな、アーチュレッタみたいな、そこに対してこう膝を出せるっていうのができてたから、まあ、どっちにしろ結果一緒だったんじゃないかなっていう気はしますけどね。セコンドの声っていうのは選手はその試合中って結構クリアに聞こえるもんなんですか？聞こえますね、はい、UFC のうるせえ会場ですら相手のセコンドの声もこっちのセコンドの声もすごい聞こえたっていうのもあったし、ライジンでセコンドついてても相手のセコンドの声も聞こえるんですよ。冷静であれば全然あの場で、聞いて処理するっていうのはできると思います。なるほど、それも一つのまあ戦略っていうかで、そうです、だから攻撃を読ませないためにパターン1なとかパターン2な、A でいけとかっていうことをやってる人もいますし、以上が、大晦日ライジン振り返りになります。おまけというか佐賀大会も近いんで僕の試合の次の週にあるんで1試合だけ早いですけど2月24日に開催されるライジン in 佐賀の試合もちょっと1個だけ触れていきたいなと思います。ライジン in 佐賀これ僕めっちゃびっくりしたっす。バンタム級滝沢健太選手対野瀬翔平選手、この試合です。すごい楽しみですね。野瀬選手はロードという UFC の準決勝で対戦して僕は無事勝ったんですけど、試合前のマインド心理状態だったりセコンドとの信頼関係だったり作戦力だったりとかいろんなものがやっぱ強いなって感じたんですね、戦いの前に本当に準備してきた顔をしてきてるし
呼吸も目も重心もそうだし、やっぱ冷静に戦ってきた、その中でも熱いものを持ってたんで、掛け違いで僕が1ラウンド TKO みたいになったんですけど、結構人が飲まれちゃうのもすごい理由が分かるなって思った選手なんですよ、野瀬選手は。なんで彼がすごい日本でどういうパフォーマンスをするか楽しみですし、ライジンで日本のメジャーでこう活躍してきた滝沢健太選手と試合っていう、すごいだからお互いレスリング、打撃、寝技ができるんですね。どっちかっていうとその中でも寝技は野瀬選手の方がうまいとは思います。打撃は足技も含めやっぱちょっと滝沢選手の方がアドバンテージが経験も含めあるのかなっていったような試合で、滝沢選手はもう負けられないじゃないですか、太田忍選手に負けてっていう位置ですごい、ここでチャレンジャーの野瀬君当てるんだってすげえ嫌だなと思う。当人からしたら嫌だし、僕的には楽しみな試合になったなっていう。これは結構いい技術戦になると思うんで、皆さんも楽しみにぜひしててください。俺が言うのもおかしい僕は個人的に楽しみです。以上がライジン大晦日振り返りとライジンインサガ楽しみなカードについてでした。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。はい、いいんですか？だってやれって言われたからやりますよ。それは乗っかりすぎでしょこれライジンさんほんとすいません。いやありがとうございます。はい、ぜひぜひ。ライジンインサガこれ僕めっちゃびっくりしたっす。はい。